こちら、観測艇、記録者。今夜の宇宙はいつもより静かだ。星々の光が遠く、まるで闇がゆっくりと息をしているように感じられる。この静けさの中で、私たちは一年戦争の記録をたどっている。その記録の片隅に、一人の少年の姿が小さな灯のように浮かび上がる。まだ名前を呼ぶには早い。彼はただの少年であり、まだ歴史の中心には立っていない。サイドセブンの朝は人工の光で始まる。その薄い光の中で少年は今日も机に向かい、分解した機械の部品を並べていた。友達は少なく、外に出ることもあまりない。彼の世界は工具と回路と小さな端末の画面だけでできていた。父は家にほとんど帰らなかった。研究室の明かりはいつも夜遅くまで消えない。少年はその背中を遠くから見つめるだけだった。少年は知らない。この父がやがて宇宙へ吸い出され、命こそつなぎ止めたものの、酸素欠乏症により以前の姿には戻れなくなることを。その映像は誰にも深く語られないまま、ただ記録として残されている。だが今はまだ、その未来の影が少年の背中に静かに寄り添っているだけだった。その日のサイドセブンはいつもと変わらない静けさに包まれていた。だが外縁部の連邦基地では誰も気づかないところで小さな異変が起きていた。ザクの偵察部隊がコロニー外壁の影を滑るように進んでいたのだ。そしてそのうちの一機が放った流れ弾が基地の外壁をかすめた。崩れ落ちる壁、走り出す人々、そしてその場に倒れたまま動かない影。それが死だと理解するまでに少し時間がかかった。ただ風に舞う破片の向こうで世界が静かに変わっていくのを見ていた。大きな爆発ではなかった。だが破れた壁の隙間からいくつかの資料が外へと投げ出され、人工風に乗って漂い始めた。その中に厚みのある一冊の技術資料があった。それは父が関わる極秘計画 RX-78 ガンダムの設計資料の断片だった。少年は思わずつぶやく。親父が熱中するわけだ。その一言は父の仕事を理解した証であり、そして自分の運命が静かに動き始めた瞬間でもあった。その直後、サイドセブンに戦火が迫るコロニー内部で戦闘が始まった。逃げ惑う人々、崩れていく日常。だが資料を読んでいたからこそ、少年はあの白い機体の存在を知っていた。逃げるだけでは誰も助からない。少年はそう思った。未来には父の影が待っている。だが今はまだその影の意味を知らない。ただ一歩を踏み出す。その名はアムロ・レイ。こちら観測艇、記録者。次の航行では白い機体が初めて動き出す瞬間をたどる。今夜もどこかで聞こえていればまた会うことになるだろう。